こんにちは。こちらの動画ではエアチャイナで行く上海ディズニーの様子をご紹介します。成田空港第一ターミナルから出発です。今回旅はですね、もともと韓国ソウルに行く予定だったんですけれども、もしソウルに行くなら、その前に上海行くのもいいんじゃないかなと思ってですね、上海と上海ディズニーを航路に混ぜることにしました。東京成田から上海、浦東空港まではエアチャイナで向かいます。そして上海で過ごした後、ソウルインチョンまではアシアナ航空、そしてソウルキンポから羽田にアシアナ航空で帰ってくるという三角形のルートになっております。エアチャイナは成田空港は第1ターミナルこの G のカウンターでチェックイン手続きとなります。オンラインチェックインも事前にできたんですけれども、ここから印刷とか QR コードが届かなくてですね、結局このカウンターの窓口に並ぶことになりました。出発今1時間半前ぐらいだったんですけれども、チェックインの列が空いておりまして、すぐにチェックイン、荷物預けが終わりました。ただちょっと保安検査がね、並んでましたね。10分ぐらいかかったかなっていう感じで、無事保安検査通過となります。成田空港第1ターミナルはスターアライアンスの航空会社が集まっており、ANA やこのエアチャイナもスターアラです。36番ゲートから乗り込みます。1時間半前に空港到着でしたが、もうあっという間に搭乗が開始しておりまして、結構慌ただしく飛行機に乗り込んだなという感じです。搭乗する便は CA158 成田空港発浦東空港行きです。朝9時出発の便ですが、33のこの座席配置にはぴったりと乗客が乗っており、ほぼ満員という格好でした。機材はこの中はこんな感じで、上からモニターが出てくるタイプで座席にはモニターはありません。ちょっと可愛らしいアニメの安全ビデオが流れておりました。プッシュバックもすぐに始まりまして、無事、ほぼ定刻通りに浦東空港に向かっていきます。エアチャイナ、フルサービスキャリアの割にはお値段がかなり安いので、ちょっとドキドキ心配をしておりましたが、ほぼ問題なく離陸です。そして機内食もですね、豚肉の甘辛炒めみたいなものを食べたんですけども、美味しかったです。で、ハーゲンダッツもついてきました。もう全然このあたり問題ないどころかかなり満足です。Wi-Fi もつながるようにはなっているんですが、もうほとんど画面が動かなかったので全然使えてないです。ちょっと冊子が汚れてたりするのはこの値段だからかなっていう感じですかね。画面モニターも座席にはないので、タブレットなんかでオフラインを持ち込んで、この USB ポートで充電しながら見るのが良さそうです。浦東空港までは航行時間は約2時間40分ぐらい、全体で3時間ぐらいで到着ですので、ほぼもうあっという間の到着です。もう全く問題ないフライトです。ほぼ定刻通りに到着となりました。1個だけ言うならば、シートの厚みがちょっと薄いので、後ろの方がシートポケットをガサガサしたり、足を組んだ時の足が当たったりすると、ちょっとムニュムニュ背中がするのだけが不快感でした。それ以外は全く問題ないフライトです。飛行機無事到着しまして、ここから後期です。国境終わりましたらすぐに中国入国となるわけなんですけれども、中国入国に必要なのはパスポートと入国カードです。30日以内の滞在であればノービザで中国は今入れるようになっておりますので、その入国カード等はすべて入国審査の手前で置いてあります。ただそこに紙は置いてあるんですけど、ペンはインクが出なかったのでボールペンを持っていくことをお勧めいたします。またその入国カードの近くには指紋を採取する機械もありますので、指紋を採取する機械で指紋を取って入国カードを書いてパスポートをカウンターに渡して終わりになります。ただこの時ですね、私たちの列はかなり混んでいたので、1時間ぐらいかかったような気がします。荷物は全部できてました。ここ到着の時には時間に注意した方がいいかなと思います。ではここで中国滞在時の必須アプリ紹介させてください。私が使ったのはこの2つでした。アリペイアプリというものとディディアプリというものでして、アリペイアプリは中国版のペイペイみたいなもので、コンビニとかこのタクシーアプリの QR 支払いとかができるものになっています。事前に日本でクレジットカード、パスポート情報を登録しておくことで、現地に着いた瞬間に使えるようになります。そしてディディアプリは、中国版の Uber とか Grab とかという配車タクシーアプリですね。
これも支払い方法を上のアリペイで設定しておけば、そのまま支払いもできるといったものになります。で、配車アプリは簡単でして、行き先を決めて、空港から、上海ディズニーランドホテルのこのルートが右に出てますけれども、そうすると値段が出てきて、そこから車が来るというところになります。今回クーポン使ってですね、なんと700円弱で、上海ディズニーランドホテルまで移動することができました。で、この空港からディディタクシーに乗るときは、この標識に沿ってですね、地下鉄とかリニアモーターカーと同じ方向でこのパーキングを目指してください。このパーキングに着きますと、その地下2階にこのディディタクシーなどの集合場所があるよっていう看板があります。この看板に沿って、色と数字がついたエリア、ここまで来てください。ここで、ドライバーの方と合流になります。この時ですね、空港着いてすぐ B2 階が分からず、かつこの色のついた場所も分からずで、だいぶ戸惑い時間がかかってしまいましたので、皆さんは失敗ないよう、どうぞご注意ください。さて、上海ディズニーランドホテル到着しました。上海浦東空港からタクシーで約20分。2016年6月に開業し、間もなく10年経つホテルなんですけれども、それを感じさせないピカピカで美しいホテルです。上海ディズニーランドホテルを選んだ理由は2つ。上海ディズニーランドへの近さ。湖を挟んで反対側にありまして、パークまでは船かシャトルバスで行きます。また、アーリーエントリーが無料で付帯しておりまして、開園1時間前から入園が可能であるということです。これらから宿泊を決定いたしました。ホテル到着するとすぐにキャストが来てくれて、予約確認番号の確認がありました。アプリなどですぐに出せると便利だと思います。こちらのホテル、入った第一印象はこの美しさです。内装から天井までがともかく美しい。そしてこのロビーではですね、キャラクターグレーティングもありました。不定期でシンデレラとかナビーンとかがいたりしましたね。ちょっと私たちはタイミングが合わずでして、遠目で見ておりました。そしてこの正面に見える湖の向こうがパークになってます。キャストもみんなにこやかで親切で、本当笑顔で歓迎してくれました。チェックインはたまたま日本語ができる方で、誕生日が近い私にバッジをくれました。この日の到着は13時過ぎでしたが、部屋が準備できていたようで、すぐに部屋に案内してくれました。ロビー階のお部屋で天井が高くて広く感じます。ベッドはシーツも綺麗でふかふかでよく寝れました。記念品として缶に入ったミニタオル、これも部屋についております。また、リーナベルのタグとか、こういったものも自由に持ち帰って良いそうです。ミネラルウォーターのペットボトルもたくさんあります。ボトルストラップももらえます。コーヒーマシンもありますし、このプラスチックのカップも持ち帰りが可能になっています。クローゼットにはペーパーバッグとスリッパがありまして、子供用のスリッパもあります。そしてバスローブももちろん準備されています。中国のホテルは歯ブラシは基本的にないそうなので、歯ブラシはじめとしたアメニティは持参がおすすめです。トイレにはありがたいことにウォシュレットがついてます。このお部屋はガーデンビューというタイプでして、景色はこんな感じです。ベッド横にはワイヤレス充電がついたスピーカーもあります。カーテンの開閉もスイッチ操作でき、ユニバーサルコンセントや USB ポートも充実しています。で、このホテルの館内もアートが多くて美しいんですよね。もう上海独特のお城と庭園のこの絵が素晴らしいですね。ホテル内にはショップやレストランもあります。軽食やランチ、ディナーまで十分にありますので、ホテルの中だけでも十分です。この値段はさておきですね、スイーツやパンもめちゃくちゃ可愛いので、お店で買ってお部屋でゆっくりなんてのもいいかもしれません。1階からは湖に向かうまでのお庭につながっています。こちらはホテルの正面向かって右側のエリア、ちょうど泊まった部屋のあるあたりです。こちらがちょうどホテルの裏側になります。
編集上 BGM は消しておりますが、ディズニーソングが流れ続けておりまして、ちょうど春の陽気も相まって幸福感が半端なかったです。ライオンキングをイメージした水遊び場のようなところもありました。このホテルの1階にはビュッフェレストランもありまして、美女と野獣をテーマにした絵画やレリーフがそこかしこにあります。レストランは今回時間がなくて行けずでしたが、次回来てみたいものです。日本散歩しているだけでも気分がとてもいいのですが、そろそろ大本命であるパークへ向かいたいと思います。この時間は船が運航しており、船でパークへ向かいます。船に乗るときはルームキーを持っていきます。ルームキーを見せることでホテル宿泊者とみなされ利用可能になります。ボートは20分おきに出発。乗船時間はもう5分ぐらいで反対側に到着です。まったりと移動できます。こちらがパークメインエントランスです。ただ、ホテル宿泊者はこちらは利用しません。こちらはいつも人が多いので別の入り口から入りたいと思います。さて、ディズニーホテル宿泊者のもう一つの権利がパーク入園保証です。混雑時でもチケットが買うことができます。そしてホテル宿泊者限定なのかなのですが、1デイチケット、2デイチケットの他に、ハーフデイチケット、半日券ということも買えることができます。細かい明細を見ていないのですが、ざっくりと半日チケットで約6000円、1日チケットで約1万2000円でした。なので、到着日から安く楽しめちゃいます。購入した時にもらったのはこのルームキーのようなもの。これとパスポートを持っていくように言われます。ホテル宿泊者用の入り口はこちら、ディズニータウンです。ちょうどこの半日券の入場者でレースができていました。入園してすぐショーを見たので、その様子からどうぞ。朋友们，你们好，欢迎来到奇幻童话城堡。这里充满了爱的歌声和笑，飞扬着儿时的纯真与梦想，是属于每一个人的欢乐大家庭。它的神奇会在我们幻想的魔力中苏醒。你准备好了吗？你准备好了吗？黄色と赤色がギラギラなショーを見た後ですね、このカリブの海賊に来ました。夕方でも20分待ちぐらいでサクッと乗れちゃいます。アトラクション乗った後は近くにあるお店でイカ焼きを買いました。これが美味しかったんですけれども、完全に酒のつまみでですね、もう一つのお店でビールとまた別のイカ焼きを買って、このカリブの海賊のボートを眺めるところで一杯やると、このゆるっと楽しめる感じ、もう最高でした。その後、これもフラッと歩いてる見つけたお店でドリアンのアイスクリームを食べました。美味しかったんですが、ドリアンをちゃんと食べたことがないので、ドリアンの再現度はわからなかったです。
春の期間限定パレードも見ました。現地のゲストが大盛り上げてですね、ちょっとだけ様子、このままご覧ください。パレードの後は約20分待ちでしたのでトロンに乗りました。上海とフロリダにしかないこのバイクタイプでまたがって乗るアトラクション、かなりスリルのあるアトラクションで大好きなんですが、久々に乗ることができました。このアトラクション、ロケットスタートが最高です。近未来的な雰囲気も最高でぜひ乗るべきです。この日はたまたま最前列で体験できました。夕方はホテルに戻ってうなぎを取りに行きました。この近さがディズニーホテルの醍醐味ですね。夕食はディズニータウン内の中華料理で、右側にあるエビビーフが辛くて激うまでした。再びパークに戻り、離れの時間が近づくとアトラクションも空いてきます。このピーターパン空の旅も5分待ちでした。花火のショー、イルミナイトは遠目で見ました。翌日は最前列で鑑賞できたので、別の動画でぜひご覧ください。さて、到着初日からの上海ディズニー、半日券おすすめです。翌日もあるからと余裕を持ちながら楽しめますし、空港から近いので、いろいろなまでに到着するとフルに遊べます。時間がない場合は DPA などを購入して、アトラクションも一気に楽しめてしまうかと思います。翌日はアーリーエントリーで1日過ごす様子をご紹介します。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。